こんにちは。お元気ですか？今日は8月23日土曜日ですね。ちょっと今寝っ転がりながら喋ってるので、少し声がくぐもっちゃうかもしれませんが、体調がすごい悪いとかそういうんじゃないので、ちょっと聞き苦しいかもしれません今日は。まあって感じでね。今ちょっと休憩しててっていうかね、最近ちょっとパソコンを開いてお仕事をしてると疲れるんですよね。ちょっと前にスタンディングデスク、昇降デスクを買ったこともあって、立ったり座ったりとかしながらやってるんですけど、だからね、最初は立ってるから疲れるのかなと思ってたんですけど、なんですかね、最近やっぱりまたちょっと疲れが溜まってきたのかなっていうのを感じてて、小刻みに休憩入れたりとかするようにしてるんですね。これが夏バテなのか何なのかちょっとよくわかんないんですけど、いっかっていう感じで、無理しなくてもいっかみたいな感じで今日土曜日だから動画アップしようかなと思ったんですけど、どうせだったら休みながら最大限休みながらと思って、寝っ転がりながら喋ろうっていう感じです。あと最近結構立ちながら仕事することが多いわけですけど、そのスタンディングデスク買ってから。それでね、ここ1週間くらいね、いやもっと前からか、ちょっとねあれって思ったことがあって、足ですね、ずっと立ってて、しかも動いてるわけじゃないんで立ちっぱなしじゃないですか。それで足がちょっとむくむなーっていうのはなんとなく感じてたんですけども、その昇降デスク使い始めてから1ヶ月くらいかな、ちょっとあれって思ったのが、足の膝から下、膝下ぐらいにちょっとそばかすみたいな斑点みたいな、内出血ですね、点々とした内出血がちょっとできてるなっていうことに気づいたんですよ。特に足首周りが多くて、多くてって言ってもめちゃめちゃあるってほどじゃないんですけど、近くで見るとあれっていう風に気づくっていうくらいなんですけども、あのなんだろう、イメージとしては、私が中学生の時にたまにバレーボールのね、体育の授業でバレーボールやるんですけども、バレー部じゃないから、レシーブとかするとね、腕がバチーンってしてめっちゃ痛いんですよね。それでそのバチンを何度も繰り返すと、腕の部分が内出血して、点々点々ってなるの分かりますか？イメージで点々点々ってなってるから、これ内出血だわってそれですぐ分かるんですよね。だからそういう感じのが足にもちょっとできてたっていうことですね。で最初はこれって私の老化現象なのかなとか思ったりとかして、っていうのも年を取ったご老人の方とかの足の下とかってこういうのできてたりするじゃないですか。だからこの老人性のそういうあれなんかなみたいな。確かにこのバレーボールみたいな感じでバチンって当たって内出血するんだったらわかるけど、確かにそういうのがなくてもこの年を取ると血管が弱くなるわけだから、ちょ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 っと毛細血管が弱ってというのかな、内出血が起こるっていうのはありえそうだしなとか思って、これなんだろう、私が要はこれも老化現象なんだろうかとか思ったりとかしてね。もうアラフィフぐらいですから、ぐらいっていうかアラフィフなんで、48歳なので、これくらいの年齢からこれって出るのみたいな。こういうのってせいぜい60過ぎとか70過ぎとか、それくらいのおばあちゃんとかがなるイメージだったんだけどなぁなんて思ってたんですよ。もしかしたらのアレルギーでこういうのが出てる可能性もあるなぁなんて思って、私例えば毎朝やってるストレッチとか簡単なヨガの時のヨガマット
か不衛生とかそういうことないよねとか思って、ヨガマットっていうかね、私の場合はヨガマットの上にヨガタオルを敷いてて、なのでそのヨガタオルをね定期的に洗濯はしてるので、結構清潔にはしてるつもりなんですよね。だからその洗濯の回数をもっと頻繁にした方がいいのかなとかなんかいろいろ考えてたんですけれども、なんとなく1週間くらいこう様子を見てて、なんとなくこうハッとってほどじゃないんですけど、私の中で思い当たった結論としては、冷えとかむくみとか血行不良とかによるこう内出血とかなんだろうなっていう結論に至りました。だからもうずっとじっとしてて立ってて血行は悪いし、しかもエアコンつけてると寒い空気って下に行くじゃないですか。だから上は暑いなと思ってても足首周りだけは結構冷えてるっていうことありえるんで、っていうのも3、4日前くらいかなにちょっとあれって思ったのは、ちょっとこのまま行くと私膀胱炎になるかもって感じたんですよ。で、膀胱炎になるかもっていうのは、その膀胱のあたりが痛いとかそういうのじゃなくて、なんとなくちょっと違和感みたいな、だからこのまま行くと膀胱炎になっちゃうかもみたいな雰囲気を感じたので、足首が寒いなって思うより先に靴下をこまめに履いたりで、暑くなったら脱げばいいんで、そういうのをするようにして、そしたらね膀胱炎になりそう、このままじゃなっちゃうかもっていう感覚が2日間ぐらいで消えたんですよね。でやっぱりちょっと足首冷えてるっていうのちょっとあるなっていうのが結論に、それまた一つのあの気づきというか結論があって、でやっぱりこれは血行不良、足の下のむくみプラス冷えが原因で、膝下、特に足首周りにこの内出血的な斑点ができてるんだろうなっていう結論に至りました。ちょっとはっきりは分かんないけど。で1時間に1回ぐらいはこう立ち仕事してる時もね、こう必ず小休止を入れて、このベッドの上にゴローンと寝転んで、それで両足とか手とかをこう上に上げてブラブラブラってやるのをね、足が辛いなって思う前に小刻みに30分に1回ぐらいの方が本当はいいのかな、こうやるっていうルールを決めることにしました。ちょっと今日1時間くらい連続でやっちゃったんで、今ちょっと話しながら足上げてるんですけどそうそう、だから多分ねこれを繰り返して習慣にしていけば、この足下のむくみとか足の膝下にできるこの点々の内出血みたいのが減るんじゃないかななんて思ったりとかしましたね。でその膀胱炎っぽいこの膀胱の違和感で、なんでこの足首の冷えに結びつくかっていうと、私膀胱炎に1回だけなったことがあるんですよね。でその時もやっぱり足首をね、秋口とか冬の手前だったと思うんですけども、足首がちょっと冷えるなーって思ってたけど、そんなにめちゃめちゃ辛いってほどじゃなかったんで、そのまま放置しちゃったんですよね。でだからその時ねレッグウォーマーとかをきちんとつけてればよかったなって思ったんですけど、それから足首の冷えとかをね気にするようになって、やっぱり私思うんですけれども、足首の冷えは内臓の中でも膀胱とかに特に冷えがつながるんじゃないかなって思ってるんですよ。でその足首冷やしたことによって一回、軽い膀胱炎になったっていう経験もありますけども、よく考えたら足首が冷えると一番最初にダメージがいく内臓って、その足から一番近いこの膀胱とか子宮とかその辺じゃないですか。夏とか冬とか暑いとか寒いとかいう時にこの体を冷やす時、例えば熱中症とかもですけども、大きい血管が肌に近いところを通ってるところを冷やすといいとか言うじゃないですか。だから首の周りとか脇の下とか、あとはそのなんだこの
足と胴体の付け根、足の付け根、コマネチラインみたいなとことか、その近辺とか、そういうところって太い血管が肌近くを走ってるので、こうアイスノンとかで冷やすと太い血管が近いから、そこを通ってる血管が冷やされやすいわけですよね。そうすることによってその冷えた血液が体中を巡るから、体が冷やしやすいというか、だから冬寒い時に体を温める時も同じ原理で、首と呼ばれてる部分ですよね。その太い血管が肌の近くを通ってるところって、首とか手首とか足首、この3つの首とか、あとは脇の下とかその足の付け根とかもなんですけども、そういうところを温めたりとかすると血液が温まって体が冷えないで体を効率的に温めやすいっていうじゃないですか。でもそれを逆に考えたら、逆っていうのかな、例えば膀胱炎っていう話で言うと、足首が冷やされましたと。で足首で冷えちゃった血液がこ血液が体を循環してるので、まず足の上を登ってって一番最初にたどり着くのってその足の付け根の近くにある内臓じゃないですか。だから膀胱とか女性器ね、子宮とかね、そういう部分が冷えやすいっていうことになりますよね。だから首を冷やしたから膀胱炎になるとかあんま聞かないじゃないですか。どっちかっていうとこの下の方にある臓器はなんだ足首を冷やすと最初にその冷えをそのまま最初に受け取っちゃって、でそのまま血液が回ってその上の方の内臓に行くときはもう結構中身通ってるので、そんなに冷えてない状態になるとは思うんですよね。なので、逆に言うと首周りとか冷やして、上の方を冷やして最初にその冷えた血液がいっちゃうのは肺とか心臓とか上の方にあるやつなんですかね。なんて思いました。なので女性の方の女性器とか、あとは膀胱とかね、そういうところはやっぱりね、離れてるから結びつきにくいけど、足首を冷やさないとかね、そういうのはすごく大事だなっていうふうに思ったっていう結論ですね。何の結論だろう。私最初足に点々の内出血が起きるっていう話だったんですけど、膀胱がちょっとあれって思ったこともきっかけで、とにかく私は足の下の方が冷えてるんだなということだけははっきりしたっていうことが分かったっていうかね、そんな感じですね。でこの膝下の今回この毛細血管の損傷による点々、内出血ですよね。小さい内出血だから痛いとかじゃないんですよね、全然。その小さい内出血が足のその膝下にしかないっていうのもポイントですね。なんていうか、この手とか体中の他の部分になくて、足の下の部分だけにあるっていうのもあって、重力とか足のじゃない体の体幹の中心の部分から一番距離が遠いとかね、そういうことを考えてもむくみやすかったりとか血行不良になりやすいのはこの足の下の部分っていうのは当然だろうなっていうのは思うんですけれども、そんな感じで、最近は足首を特に冷やさないように気をつけなきゃななんて思ったりとかしたっていうことですね。それでちょっとついでに健康ネタなんですけれども、健康ネタっていうか、自分の体調とかのことでここ数日でもう一つなんていうか気づいたっていうか思ったことがあって、今夏真っ盛りで毎日暑いじゃないですか。
でなんか夏バテだとかそういう感じはないんですけど、まあ基本的には引きこもりでエアコンの中にいるので、ただね、なんかこうなんていうのかな、そんなに汗とかめっちゃかくわけでもないのに、なんかこう体の中に熱がこもる感じで、なんかかったるいなみたいな、体調が悪いっていうほどでもないんだけど、なんかいまいちこう、前だったらもうちょっと暑い中にいたとしても汗だらだらかいてもちょっと爽快だぐらいなね、感じで、結構体の強さを感じるというかね、体がこうなんていうかアジャストしているというか、環境になんていうか、こうそういうのがあったんですけど、なんかこうこれも老化なのかななんて思いながらも、ちょっと暑さが昔より応えるというか、もちろん当然昔よりちょっとそもそも気温自体が上がったっていうのもあるんですけど、体感的に、ただ昔だったらこれくらいの暑さだったら、そんなにあれじゃなかったんだけどなみたいな、なんかこうその時の暑さのきつさっていうよりも、夜になると結構こう疲れが出るっていうかね、そういうのを感じてたんですよね。だから最近はこう朝一番とかだったら最初の1時間くらいは仕事ね、結構こう集中して元気にできるんだけど、午後ぐらいになってきて2時間3時間ってなると、結構こう体が疲れるというか辛いなっていう感覚を持つようになったんですよね。なんかこう怠惰っていうより、本当にただ疲れるなぁみたいな、夏になってから疲れるなぁみたいなのが増えて、単純に夏になったからというより疲れが溜まってんのか、ちょっと分かんないんだけど、今できる範囲内で頑張りゃいっかみたいな感じで、そんなに鞭打たずにマイペースでやりましょうみたいな感じでやってたりとかしたんですけど、そんな感じでちょっと疲れるなっていうのと、前よりも暑さに対する体のこう対処がちょっと微妙なのかなって思ったりしてたんですよ。体の機能が落ちてきて老化の一つなのかななんて思ったりしてたんですけど、最近ふと思ったのが、もしかしたらこれは、軽い更年期の現れの一つなんじゃないかって思ったんですよ。いわゆる更年期症状、更年期症状って言っても、私は多分ね、そんなにねこれ更年期症状かなって思うほど辛い症状とか分かりやすい症状がなくて、例えばホットフラッシュとか立ちくらみとか、なんかこう気分のムラとか、なんかいろいろありますけど、特にそういうのは感じてなくて、ただ今タイミング的にはその体がね、このその次のフェーズに入る更年期というね、更新していく別のものに変わっていくタイミングだっていうのは間違いないって思うんですよ。っていうのもあの生理周期が乱れてて、こう長いこと生理が今月あれずっと来ないなとか、そういうのがある状態なので、つまり明らかにこの女性ホルモンとかね、エストロゲンとかが減ってたりとか、そういう体が変化を起こしてる時期だっていうのはあるじゃないですか。なので更年期症状はおそらく強くはない方だとは思うんですけど、更年期症状なのかどうか分かんないぐらいですから。ただもしかしたら私が今ちょっとこう夏なのに汗とかだらだらかくほどでもないのに、なんかこう疲れるなとか疲労がたまるなっていうのも、もしかしたらこのいわゆる更年期のこの体が変化してる時期で、だからこうおそらくこのエステロゲンが減って、それによって今までと違うと自律神経が乱れていると。でそれによってこうそれがすごい症状は激しくないけれども、例えば夏の暑さの中で体が熱いなっていう風に感じてるのに、この自分での冷却機能として汗をかいてこう熱を放出させるとか、そういう機能がちょっとうまくいってないっていう可能性はあるなって思ったんですよ。でその更年期の症状の一つとして有名なホットフラッシュってあるじゃないですか。この汗がすごい吹き出しちゃって上半身ののぼせてみたいな、
でそれも自律神経の乱れによってこの体温調節の機能がちょっとおかしくなるというか、ちょっとバグを起こしている状態ですよね。それでほてって汗出てみたいな。でもそれ考えてみたら、そのホットフラッシュの逆もありえるんじゃないかって思ったんですよね。だからこの夏の期間の間で体が暑いなって思ってて、通常だったら自律神経がきちんと働いて脳にも命令を出して、こう汗をかけと、でちゃんと冷却機能を働かせようみたいなね。だからしっかり暑い時に汗をかいて体の内側から体温を下げるっていう機能のその自律神経の働きが鈍ってしまってて、汗をかかせるっていう行為が若干こう、いつもだったらこう汗をダラダラっとかいて内から体温を下げるところを、汗をかいていない、かけていないことによって体の中に少し熱がこもってしまうっていう症状ってありえるんじゃないかなと。でそれによってこう一日過ごすと疲労感がたまるとかね、そういうのってありえるんじゃないかなって思ったんですよね。だからホットフラッシュの逆バージョンですよね。汗をかかずに体温を下げるっていう機能がうまく働いてないっていうのはあると思うんですよね。で私もめちゃめちゃ暑いとことか外に出たら汗とか全然ダラダラかきますけど、家の中でそこそここう涼しく過ごしている状態ではそんなに汗かいてなかったりするので気づかないじゃないですか。でもなんかちょっとこう体の中に熱がこもってるなとかいうのは、なんとなくめちゃめちゃ体調が悪いっていうほどじゃないけど感じたりするので、もしかしたらその体温調節機能がうまく働いていないのは自律神経の乱れで、いわゆる更年期症状の一つ、軽い症状ね、っていうことも考えられるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だからこれといって分かりやすくホットフラッシュみたいに更年期症状みたいに出ないですけれども、ちょっと熱がこもって疲労がたまるな、なんか暑さがだるくて辛いなっていう時で、その私くらいの年齢の女性の方はもしかしたら単純に弱音とか怠惰とかそういうんじゃなくて、すごい激しい症状ではないんだけれども、いわゆる更年期症状の一つかもしれないので、そこはなんか自分がだらけちゃってるなとか、今年は全然ダメだな私とか思わずに、そういうこともあるかもしれないのでちょっと自分に優しくしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたあとはそういう時はね、やっぱ体を休めることも大事だし、あとは軽くシャワーを浴びるとかね、自分の汗をかく機能が少し今の期間鈍っちゃってるかもしれないので、そういう場合は体の熱を放出させることっていうのは大事なので、シャワーにね、本当1分ぐらいでもいいんで、別に体を洗うとかじゃなくて熱を下げるっていう意味でシャワーをパーッと浴びると体の中にこもった熱がね放出されて、すごい体楽になると思うんで、1分間ぐらいさっとシャワーを浴びるとかいうのをおすすめしますね。前の動画でもちょっと言いましたけども、エアコンとかでね、エアコンの温度を下げるとかだとね、体の表面部分だけが冷えて中の熱が放出されないっていうのあると思うんですよ。っていうのもやっぱり空気と水だと熱伝導率とかが違うので、空気だとこの体の内側までの熱を放出するっていうのはちょっと難しいと思うんですよね。それに対してシャワーとか浴びるとやっぱり内にこもった熱もね放出されやすくて、体もすごい楽になるので、そうだからエアコンで冷やしすぎちゃうとね、さっきの話に戻りますけど、足首とかが冷えて膀胱炎とかになりやすいし、靴下とかもしっかり履く必要があるんですけども、表面だけ冷えて内側のこもった熱が取れなくてっていうのもあるので、逆に冷やしすぎて体調も崩しちゃうっていうのもあると思うんで、
ちょっと内側の熱が放出できないなっていう場合は軽くシャワーを浴びるとか、あとは首周りにこの冷たい最近首を冷やしたやつを巻くやつとかあるじゃないですか。そういうことをすることによってうまく体の内側の熱を取るっていう工夫をするといいだろうなって思いますね。血管を冷やすとかいうのはすごいだから理にかなってますよね。なので、私はねその首周りに巻くやつ持ってないんで、いつも家にいるんでね、濡れた手ぬぐいとかを首に巻いたりとかして、暑さが結構すごい暑い時はその手ぬぐいの中にこのアイスのをちょっと挟んでくるくるって巻いて、その濡れ手ぬぐいを首に巻くとかねいう感じにしたりとかしてますね。そんな感じであの最近ちょっと暑いなっていうのが、そんなにめちゃめちゃ暑くないとこでもなんか体が熱がこもっててちょっと不快だなとか、夜になると疲れがたまるなっていうのを、もしかしたらこの自律神経の乱れ、更年期による自律神経の乱れによって発汗がうまくいってないとかね、つまり体の中のラジエーター機能みたいのがねうまくいってないかもなっていうのを思ったよっていう話で、だから私くらいの年齢の女性とかは私更年期ないなって思っても自律神経はちょっと乱れてるって、そういう機能が今の時期は衰えてるっていうことあるかもしれないので、衰えてるっていうよりもねバグが出るっていうかねのもあるのかもしれないので、そういう時はねある程度自分に甘くしてあげてもいいんじゃないかなって思ったりとかいたしましたそんな感じですね。そんな感じでございましたということで、それではまた。